はいどうも、キスケです。今回は NTE の新キャラクター情報やアップデート情報をまとめていきます。NTE の公式 X の方で新キャラクターの情報が解禁されてますよね。レクイエムやカオスが紹介された時と同様、おそらくバージョン 1.2 で追加されるキャラクターだと思いますんで、どんな性能になるのかも予想していきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。まずは新キャラクターの情報から見ていきます。6月5日に公式 X で公開されたのは、アノマリー管理局収容2課のメンバー、シンクです。ヘテロシティスペシャル情報シンク。時間を潰したいのなら他を当たることだということで、サバサバ系なのかな。正直ね、個人的には NTE で1、2を争うレベルで刺さるビジュアルです。どんな服装やねんっていう。これ部屋着じゃなくてデフォルトでしょ。刺さるね。で、現状出ている情報は S ランクキャラクターというのと光異能であるということですね。このビジュアルで光異能なんやね。予想としては闇とか呪い異能になるのかなって思ってたんですが違いました。現状 NTE に実装されている光異能キャラクターは主人公、ちーちゃん、ほとり、エドガーの4体で、メインアタッカー1体、サブアタッカー2体、サポーター1体と、バランスよく実装されてます。なので、シンクがどんな役割のキャラクターで実装されるのかというのを、予想するのがちょっと難しいんですが、シンクが出ているトレーラー映像とかを見ていると、俊敏に動いて敵を蹴散らし、体術メインのキャラクターということがわかります。さすがにこの動きでサポーターはないだろうっていうのと、サブアタッカーのほとりが実装したばかりで、あえて被せてこないだろうという、メタ的な予想になりますけど、順当にメインアタッカーで実装されるんじゃないかなって予想できます。今の NTE は光異能と霊異能キャラクターで発動する創生がぶっ壊れてるんで、相異能キャラクターとのシナジーがあればちょっと差別化できて面白いですよね。次に実装するカオスが相異能ですし、もしかしたらシナジーがあるかも。で、ちょっとだけ期待してるのが、同陣営のバフがあれば面白いと思いませんか？今だとバイザンが同陣営バフを持ってるんですけど、例えばファルディーヤの HP が 20% 未満になると追加攻撃が発動したり、レクイエムのコウモリ状態からバイザンに切り替えるとスーパージャンプを発動したりと、面白い能力があります。それがシンクにもあれば嬉しいですね。シンクの同陣営はミントとイロヒで、イロヒも今回発表されてましたよね。現状判明してる収容2課のメンバーが今回出揃ったんで、何かあれば楽しそうだなと思います。何はともあれ、すでに強い創生パーティーのパーツではなくて別ベクトルの性能だと個人的には嬉しいなと思います。続いて6月6日に公式 X で公開されたアノマリー管理局収容2課のメンバーイロヒ。ヘテロシティスペシャル情報イロヒ。ある地方では羊って悪魔の象徴なんですって。ねえ子羊ちゃんたち、自分たちが悪魔の象徴だって自覚はあるかしら？あらないの？嘘つきな子羊ちゃんは罪が重いわよということで、キャラ変わりすぎやろっていうね。いやベータテスト時点のトレーラー映像ではなんかどこか落ち着いた雰囲気で喋り方もまったりしていたんですよね。それが最新のストーリーで出てきたイロヒがなんか不思議ちゃんというか天然キャラになってましたね。眼帯も外れちゃってるしね。いやー、前の方が良かったかも。でもこれはね好みの問題やからね。皆さんはどっちの方が好きですか？で、肝心のキャラ性能なんですが、 S ランクキャラクターの霊異能ですね。はい、霊異能キャラクターです。これは創生パーティーの新たなパーツですかね。先ほどシンクの時に
相違のキャラクターとシナジーがあれば嬉しいよねっていう話をしたんですけど、もしかしたら厳しいかもね。現状 NTE に実装されているレイのキャラクターはナナリ、ジョエン、ミントの3体で、メインアタッカー2体、サブアタッカー1体とサポーターだけ実装されてません。まあ安直な予想をすると、まだ実装されていないサポーターで実装されるんじゃないかと予想します。イロヒのビジュアルもね、なんか僕には白衣を着てるように見えますし、羽織ってる白衣や首からぶら下げてるタグに赤十字みたいなマークも見られるんで、なんかエドガーみたいなヒーラーとして実装されるかもね。しかも霊異能やからね。もう創生がどんどん強くなっていきます。ナナリ、主人公、ホトリ、イロヒみたいな、なんかそんなとんでもないパーティーが組めそうです。創生を発動するためのなんか即時連関、主人公が過労死してしまうんじゃないかなって個人的に思ってます。それか創生軸を強くする性能ではなくて、光、霊、相違能で発動できる重蓄を強化する性能なら結構面白そう。シンクも重蓄を強化するキャラクターとして実装して、なんかそこでシナジーを持たせるみたいな。それなら創生とは違うもう一つのパーティーが作れるようになりますし、ナナリを採用した創生パーティーと差別化できると思うんですよね。個人的にはちょっと創生パーティーはもうお腹いっぱいかな。続いてはアップデート情報。とは言ってもバグ修正がほとんどなんで、注目度の高いものだけピックアップしていきます。まずコラボ車両のポルシェにオープンカー状態の切り替え機能が追加されました。画面が暗転してから開閉するようになると、そういう感じですね。ちなみにワンボタンで切り替え可能です。続いてレクイエムの覚醒効果。強化ガラス裁判が発動した際、敵ターゲットの最大 HP を減少させる効果が確率で異常になる不具合を修正しますとのことなんですが、これはどういう不具合があったんでしょうか。想像以上に HP を減少させていたのか、記載されてる数値以下の HP しか減少させなかったかによってちょっと変わってきそうじゃない？前者だと修正されてなんか弱くねってなりそうですし、後者だと修正されて評価が上がりそうな凸効果です。割と2凸以上してる人はこの覚醒効果を取ってる人が多いイメージなんで、どう変わったのか知ってる人は教えてください。いかがだったでしょうか。今回はバージョン 1.2 で追加されそうな新キャラクターシンクとイロヒの情報とちょっとしたアップデ情報でした。まだカオスが実装してないのにシンクを見せちゃってよかったのかって思ってるんですけど、どうなんでしょうかね。僕が無課金プレイヤーならカオスを我慢してシンクを引こうみたいな考えになっちゃいます。皆さんはシンクとイロヒどんな性能で実装されると思いますか？コメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。